いかだもらったどおうっす、濱家です。というわけで牡蠣養殖に際しまして、こちらの超巨大いかだもらいました。で、もともと牡蠣養殖に使ってたやつなんで、マジでこう竹を組んだだけの、だけって言ってもすんごいでかいんですけど、そういういかだになります。だからですね、足元はこのようにもう大変危険なものですぐ海に落ちそうです。めっちゃ怖いんですよ、これが。慣れるまでは時間かかりそう。真ん中渡るのこうだからね、足をこうして交互に行かないと。多分慣れてる人はペッペアっていくんでしょうね。で、こちらのいかだはですね、前日小豆島の対岸から5ノット、約9キロぐらいですね。それで引っ張って持って帰りました。2時間ぐらいかかりました。大変です。島到着。港の方まで持ってくるのにはもう困難なでかさだったので、とりあえず沖で流して、急いでロープの準備をして沖に向かっていきたいと思います。ロープの準備はなぜするかっていうと、いかりにくくっていかりとか打って海の上にいかだを固定するためですね。でロープは切った後に端を焼かないともそけてばらけてしまうので、端はしっかり焼いておきます。そしたらロープを束にしてくくって持っていきましょう。じゃあロープの準備ができたので、いよいよ出港していきましょう。前のロープを外してエンジンをかけていきます。そしたら船をバックして港から出ていきましょう。なかなか様になってますね。僕もイカダを海に打つのは初めてでして、どうやったらいいんだろうって悩んでたんですけど、その買った人がですね V の字で打てばいいよっていうことで V の字で打っていきたいと思います。じゃあ流れているイカダを発見しました。なかなかというかかなりでかいのが分かります。そしたらイカダに船を寄せて、まずロープをもらいます。イカダからねで船を離して、そのロープを輪っかにくくるよう、なるようにもやいでくくって船の後ろにかけていきます。そしたら船を引っ張っていきましょう。イカダを引っ張っていきましょう。じゃあイカダを入れていくんですけど、結構イカダ打つの大変でして、まず1本イカリ打って、その反対側にまた1本打ちます。でまた戻って1本打って、でさらにその反対側にまた1本打って、真ん中から V の字で打っていきます。さらにこの短い方を風向きの方に向けてあげないといけなくて、これがね潮とか風のある海の上でやるっていうのがなかなか大変です。ただ V の字で打つことによって横揺れには強くなるよって感じですね。それじゃあイカダを目的の場所へ持ってくることに成功しました。こちらイカリの準備をしていきます。海苔に使ってたやつですね。でイカリっていうのはなんでこう流れないかっていうと、重さで流れないのではなくて、爪がですね土の中にグッて刺さることによって、その抵抗ができて流れなく持つようになります。ただイカリは斜めから引っ張った力には強いんですけど、真上に引っ張る力は弱いので、水深の3倍ぐらいの深さじゃなくて、深さに対して水深の3倍ぐらいのロープを用意しますだいたいニュアンスで伝わると思います。でこちらカセっていう、横棒ですね。これイカリにくくっとかないと、イカリがこう海に沈めるときに爪がうまくそのまま下に落ちないんですよ。だからこの平行を保つためにこちらのカセっていうものをくくっておきます。じゃあ次にロープの準備をして、そしたら、ロープをですねこちらイカリにくくります。イカリじゃないイカダにくくります。イカリイカダってもうややこしいですねでしっかり殺してですね、殺すっていうんですけど、締まらないような状態にして、ロープを入れて、で前でくくって、イカリも準備して、で船を下げていきます。いい塩梅のところに打ちたいので、引っ張りつつですね調整していくといった感じです。でいいところに来たら前のロープをほどいて、ロープが張ったらイカリを入れていく。これで今こうおでんみたいな感じでそのまま沈んでいきました。じゃあ次反対側に行ってまたイカリを打って、これのずっと繰り返しですね。4本繰り返して締めていくといった感じです。はい、
というわけでね、途中大変だったんでちょっと撮影できなかったんですけど、見てください、こちらお庭ができちゃったよ、遊ぶ場所というのは嘘で、まあ牡蠣小屋じゃないわ、なんだろう、牡蠣のためのいかだなんですけれども、まあここにね、なんか例えば小屋とか建てたり釣りとかする動画とかも撮っていけたらなって思います。初めていかだやったんでちょっと大変でしたね。では皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。帰ります。